理解説、悪役こそが真骨頂。デニス・ホッパーの圧倒的怪演が光る伝説の傑作ベスト10。ねえマリサ、今日紹介してくれるのはどんな人なの？今日はハリウッドの異端児、デニス・ホッパーだぜ。彼は1954年に理由なき犯行でデビューした若き天才なんだけど、その後映画界から消えかけても、何度も執念で復活を遂行した、不死鳥のような俳優なんだ。私生活も演技も破天荒すぎて数々の伝説を残しているんだ。破天荒って、映画の中だけじゃなくて私生活もすごかったの？ああ、深夜に帰宅したホッパーが、壁にかかっていたアンディ・ウォーホルが制作した毛沢東の肖像画と目が合い、驚いて銃で撃ったと言われているんだ。アンディ・ウォーホル作の貴重な絵なんだけど、後に二人の共同制作にしたっていうから驚きなのぜ。本物の肖像画を売っちゃうなんて、常識じゃ考えられないわ。でも、そんな破天荒な彼だからこそできる怪演があったのよね。その通りだぜ。イージーライダーで時代を作り、ブルーベルベットで復活した彼の、震えるほど魅力的な作品ベスト10を見ていこうぜ。第10位、ジャイアンツ、1956年。第10位は、1956年の大河ドラマ、ジャイアンツだぜ。若き日の彼が、広大なテキサスを舞台に家族の葛藤を演じているんだ。この映画は3時間超えの大河ドラマで、ジェームズ・ディーン最後の作品となった思い出深い一作でもあるのぜ。70年近くも前の作品なのね。デニス・ホッパーって、最初からあの独特な、少し怖いような雰囲気だったのかしら？いや、この頃は驚くほどみずみずしくてナイーブな青年なんだぜ。実は彼、主演のジェームズ・ディーンを兄のように慕っていて、その繊細な演技を間近で学んでいたんだ。あの伝説のジミーから直接学んでいたなんて、それだけで歴史的な価値があるわ。共演者もすごく豪華そうね。ああ、古い時代の価値観が支配する中で、新しい生き方を模索する青年の姿が、当時の若者たちの心に強く響いたのぜ。親の期待よりも、自分の愛を貫く強さがあったんだ。お父さんの反対を押し切ってでも、自分の信念を大事にしたのね。具体的にはどんな壁にぶつかったのか教えて。大きなテーマは人種差別だぜ。ジョーディは当時では許容されにくかったメキシコ系の女性を妻に選んだことで、厳格な父親と激しくぶつかり合うことになるんだ。愛のために社会の荒波に飛び込んだのね。その対立が解消されるような、心に深く残るシーンはあるかしら？終盤のレストランのシーンが圧巻だぜ。妻と子が店主に差別されるのを見て、父親が息子の家族を守るために誇りをかけて店主と殴り合うんだ。これには観客も息を飲んだぜ。家族の絆が証明された瞬間ね。そんな激しいドラマの中で、ホッパーもしっかりと存在感を示していたのね。その通りだぜ。この作品は、後に唯一無二の存在感を放つようになる彼が、役者としての情熱と確かな基礎を世界に刻んだ記念すべき原点なんだぜ。ここからあの個性的な俳優へと繋がっていくのね。まずはこの正統派な彼を知ることから始めなきゃだわ。第9位、悪魔の生贄2、1986年。第9位は1986年の強烈な一作、悪魔の生贄2だぜ。ここでホッパーは、殺人鬼一家に復讐を誓う元保安官のレフティを演じているんだ。タイトルからして怖そうね。でも復讐を誓う側なら、正義のヒーローみたいな感じなの？いや、それが全然違うのぜ。この作品のホッパーは、12年間も執念を燃やし続けた結果、もはや殺人鬼以上に頭のネジが飛んだような狂気を宿しているんだ。追いかける側の方が怖いの？それって一体どんな風に演じているの？彼は復讐のためにチェーンソー専門店へ行って、特大の1丁と小型の2丁、合計2丁も買い込むんだぜ。小型のチェーンソーを両手に持った二刀流で、雄たけびを上げながら一家のアジトの柱を切り刻んで突き進む姿は、まさに圧巻だぜ。二丁も、しかも二刀流で暴れるなんて、想像しただけで息を飲むような迫力ね。極めつけは、あのレザーフェイスとの一騎打ちだぜ。爆音と火花が派手に飛び散るチェーンソー同士のチャンバラは、ホラー映画の枠を超えた凄まじい名シーンだ。
マスクをかぶった怪物に負けない、ホッパーのむき出しのこわもてと叫びは、見ているこっちが震えるほどなのぜ。怪物よりも怖い人間なんて、彼にしか演じられない役どころね。狂気には狂気で対抗するっていうのが、なんだか凄まじいわ。そうなんだぜ。このレフティ役で見せた圧倒的なエネルギーは、彼が単なるスターではなく、魂を削るような怪演俳優であることを世界中に知らしめたんだ。正義と狂気が紙一重な感じがして、彼の役者としての凄みが伝わってくるわね。第8位、リバースエッジ、1986年。第8位は1986年の映画、リバースエッジだぜ。ここでホッパーは、フェックという名前の、世捨て人のような男を演じているんだ。世捨て人？なんだか、これまでの激しい役とは雰囲気が違いそうね。ああ、でもただの隠遁者じゃないのぜ。実は彼、20年前に自分の妻を殺害していて、今はダッチワイフの人形を相手にひっそりと暮らしているという、相当な変わり者なんだ。自分の奥さんを、それに人形と一緒に暮らしているなんて、聞いただけでも背筋が凍るような孤独を感じるわ。驚くのはそれだけじゃないぜ。彼は家に引きこもりながら、ペルーに住む姉から送られてくるコカインを近所の若者たちに譲っているんだ。後の映画、スピードで共演する若き日のキアヌ・リーブスも、この不良グループの一員として登場するのぜ。あのキアヌさんと、豪華な顔合わせね。でも、そんな彼がどうして物語に関わってくるの？仲間を殺した少年ジョンが、逃亡のためにフェックの家でかくまわれることになるんだ。二人は河原でビールを飲みながら語り合うんだけど、そこでホッパー演じるフェックが、ある恐ろしい一線を越えるのぜ。恐ろしい一線？一体何が起きたの？フェックは愛しているから妻を殺したという歪んだ理屈を持っていた。だけど、ジョンには殺害の動機が全くないことを知ると、そんな無意味な殺しは許せないと憤り、ジョンを射殺してしまうんだぜ。自分の理屈に合わないからって撃っちゃうなんて、まさに予測不能な狂気ね。でも、どこか悲しみも感じる役どころだわ。そうなんだぜ。単なる悪党ではなく、孤独の果てに壊れてしまった人間の悲哀を見事に表現しているんだ。この作品でのホッパーは、静かに忍び寄るような狂気を見せることで、映画全体の不気味な空気感をより深いものにしているのぜ。爆発するだけじゃない。そんな深みのある演技も彼の魅力なのね。第7位、ウォーターワールド、1995年。第7位は、1995年の超大作、ウォーターワールドだぜ。ここではホッパーが、極悪非道な海賊集団スモーカーズを率いる首領、ディーコンを演じているのぜ。有名なテーマパークのアトラクションの元になった映画ね。デニス・ホッパーがその悪役のボスだったなんて、今の今まで知らなかったわ。そうなのぜ。この作品での彼は、ただ怖いだけじゃなく、どこか滑稽で、それでいて不気味な悪のカリスマを演じきっているんだ。文明が崩壊して水に沈んだ世界で、暴力と石油を武器に支配者として君臨しているのぜ。海の上で荒くれ者たちをまとめてるなんて、マリサが言う通り、相当なカリスマ性がないと無理そうね。圧巻なのは、錆びついた巨大タンカーを自分たちの城にして、拡声器で手下たちを煽りまくる演説シーンだぜ。伝説の陸地ドライランドを手に入れて、海の王者になろうとする野望が、彼のギラついた瞳からビシビシ伝わってくるんだ。拡声器で演説なんて、まるで見せ物みたいで不気味だわ。アクションシーンも、息を飲むような迫力があったんでしょ？水上バイクや飛行機を指揮して主人公のマリナーに迫る姿は、まさに圧巻だぜ。実はこの役でラジー賞の助演男優賞を受賞しちゃったんだけど、当時の映画ファンからは主役より印象に残る怪演だってむしろ絶賛されていたのぜ。酷評されることもあるけれど、見た人の記憶に一生残るような熱い演技をするのが、デニス・ホッパーの真骨頂なのね。その通りだぜ。このディーコンという役は、豪華なセットや派手な爆発の中でも決して埋もれない、彼の強烈な個性が爆発した傑作キャラクターなのぜ。第6位、地獄の黙示録、1979年。ねえマリサ、第6位はベトナム戦争を描いた地獄の黙示録ね。
この過酷な戦場の中で、デニス・ホッパーはどんな恐ろしい兵士を演じているのかしら？実は彼は兵士じゃないんだぜ。首から大量のカメラを下げた、ヒッピー崩れの報道写真家という役どころなんだ。でもな、銃を持った兵士たち以上に、その精神は戦場の狂気に深く侵食されているのぜ。カメラマンなの？戦場を客観的に撮るはずの人が、どうしてそんなに危うい感じになっちゃったの？それは彼が、暗殺対象であるカーツ大佐を神として狂信的に崇拝してしまったからだぜ。ただの取材者であることをやめ、異様な王国の一部になってしまった彼の姿こそ、この映画の静かなる狂気を象徴しているんだ。神様として崇めちゃうなんて、具体的にどんな風に演じているのか、すごく気になるわ。とにかく多弁で神経症的なんだぜ。何台ものカメラをガチャガチャ言わせながら、早口でカーツの偉大さを説く姿は、まさに圧巻の開演だ。監督のコッポラが現場の混乱の中で作り上げたこの役は、ホッパーにしか出せないエキセントリックな熱量に満ちているのぜ。大量のカメラに囲まれて早口で語る姿、想像しただけで、こっちまで息が詰まりそうな緊張感ね。そうなんだぜ。彼はカーツという巨大な存在の影に隠れることなく、独自の狂気でスクリーンを支配したんだ。この作品でのホッパーは、極限状態の人間の脆さと危うさをむき出しにしてみせた、唯一無二の存在だったと言えるぜ。戦場の地獄巡りの中で、彼のような人物に出会うのが一番怖いかもしれないわね。第5位、ランブルフィッシュ、1983年。第5位は、1983年のモノクロの映像美が光る名作、ランブルフィッシュだぜ。ここでは、これまでの激しい役柄とは対照的な、酒に溺れた無力な父親を演じているんだ。お父さん役なのね。これまでの話だと、いつも暴れているようなイメージだったから、なんだか意外な配役だわ。ああ、でもただの親父じゃないのぜ。かつての輝きを完全に失って、社会の底辺に沈み込んだ男の悲哀を、まさに枯れたような名演で表現しているんだ。枯れた演技、それはそれで、違った種類の凄みがありそうね。具体的にはどんな生活を送っている設定なの？彼は妻に家出をされたショックから立ち直れず、生活保護を受けながら毎日酒を飲み続けるという、自堕落で孤独な日々を過ごしているんだぜ。奥さんが出て行ってしまったのが原因なのね。酒浸りで生活保護、なんだか現実の厳しさを突きつけられるような、切ない役どころだわ。そうなんだぜ。失踪していた長男のバイクボーイが帰宅した時、彼が心から喜ぶシーンがあるんだけど、その姿が本当にか弱くて、まるで嵐に怯える小鳥のような儚ささえ感じさせるんだ。かつてのヒーローのような息子たちを前に、そんなに無力な姿を見せるなんて、胸が締め付けられるようなシーンね。若者たちが憧れる伝説の兄貴とは正反対の、壊れてしまった哀れな大人の現実を、ホッパーは一切の飾りを捨てて、むき出しのまま演じきったのぜ。激しく叫ぶだけが彼の持ち味じゃないのね。静かな絶望を感じさせる役をこれほど魅力的に演じられるなんて、やっぱり役者としての底力がすごいわ。その通りだぜ。この作品で見せた彼の枯れた魅力は、後に多くの映画ファンをうならせ、彼が真の意味で深みのある性格俳優であることを証明した名演だったと言えるのぜ。第4位、スピード、1994年。第4位は1994年の大ヒットアクション、スピードだぜ。ホッパーはここで、狡猾で残酷な爆弾魔ハワード・ペインとして、圧倒的な存在感を放っているんだ。キアヌ・リーブスさんと戦うあの爆弾魔ね。当時は本当にハラハラしながら見ていたわ。彼はただお金が欲しかっただけじゃないの？ああ、彼の動機は警察組織への強い逆恨みだったんだぜ。実はハワードは元警察の爆発物処理班員で、職務中の事故で親指を失って退職した経緯があるんだ。だけど、長年の献身に対する保障が退職記念の金時計と生涯年金だけだったことに激しく憤っていたのぜ。警察への恨みが爆弾テロにつながったのね。バスに仕掛けられた時速を落とすと爆発するという罠も、彼の歪んだ知性を表しているわ。その通りだぜ。
彼は、抜き打ちテストだ、エリート君という有名なセリフでジャックたちを挑発し、クイズを出すように警察を翻弄したんだ。さらに車内に監視カメラを隠して、バスの中の様子をリアルタイムで監視し続けるという、極めて緻密な計画を立てていたのぜ。監視カメラまで使っていたなんて、まさに逃げ場のない戦いね。最後はジャックとどんな決着をつけたのかしら？最後は暴走する地下鉄の屋根の上で、ジャックと激しい格闘を繰り広げることになるんだぜ。だけど、最後はトンネル内の信号機に頭を激しく打ちつけてしまい、そのまま絶命するという、あまりに衝撃的で残酷な結末を迎えるんだ。あんなに計算高い犯人だったのに、最後は自分のスピードに追いつけなかったのね。彼の放つ知的な狂気があったからこそ、この作品は不朽の名作になったんだわ。その通りだぜ。ただの犯罪者ではなく、計算された悪意で物語を支配したハワード・ペインは、ホッパーのキャリアにおいても最高峰の悪役キャラクターだと言えるのぜ。第3位、イージーライダー、1969年。第3位は、1969年の金字塔、イージーライダーだぜ。ホッパーが自らメガホンを取り、脚本と主演のビリー役を務めた、彼の代名詞とも言える一作なのぜ。あの有名なチョッパーバイクと、ワイルドで以降の音楽で走り抜ける映画ね。誰でも一度は耳にしたことがあるわ。ああ、だがな、この映画が伝説になった本当の理由は、当時の自由の国アメリカという幻想を根底からぶち壊したからなんだ。単なるロードムービーの枠を超えて、異質なものへの排他性と不寛容さを残酷に描き出したのぜ。自由を求めて旅をしていただけなのに、どうしてそんなに重苦しい評価をされているの？劇中でジャック・ニコルソン演じる弁護士が語る言葉が全てだぜ。アメリカ人は自由を口にするが、本当に自由な人間を見るのは怖いんだとな。実際に、彼らは訪れる先々で保守的な住民から殺意を向けられることになるんだぜ。自由な姿が怖いなんて、その結果、彼らはどうなってしまったのかしら？あまりにも不条理で残酷な最後だぜ。旅を共にした弁護士は惨殺され、最後はただ道を走っていただけの二人が、トラックに乗った農夫にあっけなく射殺されてしまうんだ。この衝撃の結末は、当時の若者たちの夢が砕け散った現実そのものだったのぜ。シャニクサイのシーンも、なんだか現実離れして凄まじかったわ。ホッパー自身の情熱が画面から溢れ出していたのね。そうなんだぜ。実際に薬物を使用して撮影されたと言われるほど、その映像はぶっ飛んでいてリアルだ。彼はこの作品で時代の寵児となり、映画史に消えない傷跡を刻み込んだんだぜ。第2位、トゥルーロマンス、1993年。第2位は1993年の傑作、ブルーロマンスだぜ。ここではホッパーのキャリアの中でも、最高に渋くてかっこいい父親像を堪能できるんだ。あのデニス・ホッパーがかっこいいお父さん役なの？なんだか、今までの狂気じみた役とは全然イメージが違う気がするわ。ああ、彼は主人公の父親で元警官のクリフォードを演じているのぜ。出番は短いんだが、クリストファー・ウォーケン演じるマフィアと対峙するシーンは、映画史に残る伝説の5分間として語り継がれているんだ。伝説の5分間だなんて、よほど凄まじい緊張感だったのね。具体的には、どんなやりとりで相手を圧倒したのかしら？マフィアが情報を求めて現れるんだが、クリフォードは死を悟って、相手を激高させるシチリア人談義を始めるんだ。シチリア人のルーツを抽象して挑発することで、自分を殺させて情報を守ろうとする、まさに命がけの芝居なのぜ。自分が犠牲になって息子を守るなんて、死を前にして、そんなに冷静でいられるものなの？ああ、激しい拷問を受けても屈せず、最後の一服としてタバコを要求して、不敵な笑みを浮かべたまま最後を遂げる姿は、最高に渋い武士銀の格好良さだぜ。さらに、息子の妻アラバマと別れる時にキスをして、本当に桃の味がするとつぶやくシーンも、彼らしい息で少し危うい魅力が溢れているのぜ。死の直前までチャーミングで、それでいて家族への愛に溢れているなんて、本当に素敵な役どころね。彼の役者としての深みをすごく感じるわ。その通りだぜ。
この作品で見せた父親としての誇りと覚悟は、暴走するだけじゃない、デニス・ホッパーという役者の真の凄みを世界に刻み込んだ名演だったと言えるのぜ。第1位、ブルーベルベット、1986年。いよいよ第1位ね。これまでの役もすごかったけど、最後はどんなデニス・ホッパーが見られるの？最後を飾るのは、1986年の衝撃作、ブルーベルベットだぜ。ここで彼が演じたフランク・ブースこそ、映画史に刻まれた純粋なる悪そのものなのぜ。純粋なる悪？なんだか名前を聞くだけで、今まで以上に不気味な予感がするわ。どうしてそんなに評価が高いのかしら？それはな、当時ハリウッドで低迷していたホッパーが、この役で完全に息を吹き返し、怪演俳優としての唯一無二の地位を確立したからなんだ。彼にしか出せない圧倒的な毒気が、作品全体の不穏な空気を支配しているんだぜ。役者としての復活作でもあったのね。具体的にどんな風に恐ろしかったのか教えて。特に凄まじいのが、ドロシーという歌手の部屋で見せる異常な行動だぜ。デイビッド・リンチ監督の究極の美学が凝縮されたシーンなのぜ。彼は常に酸素吸入器を持ち歩いて、謎のガスを激しく吸い込みながら卑猥な言葉をわめき散らすんだ。さらに、ドロシーの青いベルベットのドレスを口に加えて、まるで幼児対抗したかのようにマミーって叫びながら暴れるのぜ。うわぁ、聞いているだけで背筋が凍るような、盗作した狂気を感じるわ。主人公はその様子を隠れて見ていたのよね。ああ、クローゼットの隙間から覗き見る主人公の視点を通して、観客は逃げ場のない恐怖を追体験することになるんだ。この吐き気がするほどショッキングな開演は、一度見たら一生忘れられないトラウマ級のインパクトだぜ。正義も倫理も通じない、本当の怪物を演じきったのね。彼にしかできない究極の表現だわ。その通りだぜ。このフランク役で見せた命を削るような名演があったからこそ、私たちは今でもデニス・ホッパーという不正室の異端児に魅了され続けているのぜ。戦場の地獄巡りの中で、彼のような人物に出会うのが一番怖いかもしれないわね。総評またはまとめ。デニス・ホッパーって、ただの怖い役の人じゃなくて、本当に奥が深い人だったのね。彼の人生そのものが、壮大な一本の映画みたいだわ。その通りだぜ。彼は晩年、フランスのレジオン・ドヌール勲章を受章したり、ハリウッドの殿堂入りも果たしているんだ。俳優としてだけでなく、写真家や画家としても一流の芸術家だったのぜ。日本でも写真展を開いたり、入浴剤の CM に出ていたりと、意外にも身近な存在だったのね。ああ、津村のバスピカの CM で、アヒルのおもちゃを持って、アヒルの子をって歌いながらお風呂に入ってる姿は、当時の日本のお茶の間を凍りつかせ、いや、和ませたんだぜ。あの凶悪なフランクやディーコンが、お風呂でアヒルと遊んでるなんて、そのギャップこそが最大の怪演かもしれないわね。ああ、1936年生まれ、2010年5月29日に亡くなるまで、情熱的に生き抜いた伝説の異端児なのぜ。74年間の人生を、まさに映画のように生きた人物だったんだ。彼が演じた悪役たちは、今も映画の中で輝き続けているんだぜ。みんなも好きな作品をコメントで教えてくれよな。面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録もよろしくぜ。